皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は私は帰宅できませんでしたが、バンドメイドワールドツアー2026のアジアツアーの位置づけとなる2026年3月20日の香港キティウースタジアムトンポーでのツアー開始となるお給仕と、その翌々日3月22日に開催されました台湾のメガポートフェスについて、その瀬取りを見ながら感想をつぶやきたいと思います。というのは嬉しいことに、香港の給仕はフル尺のファンカム、台湾のメガポートフェスは YouTube でライブ配信してくれるという神対応がありましたので、日本にいながらにしてメイドさんたちのパフォーマンスを楽しむことができたからです。本当にありがたいことです。ファンカムの URL は概要欄に貼っておきます。でもそれをこの動画に入れるわけにはいきませんので、以降は主に瀬取りを見てつぶやいていくだけの動画となります。まず香港のキティウースタジアムですが、これは現地の名手様たちや日本から参戦のお名手様から開演前から X のポストがたくさん投稿されていましたので、羨ましく思いながらいいねをしてました。日本からの参戦組は最前列土線を確保していたようですね。羨ましいです。ということでお給仕が始まりましたが、1曲目はドミネーションでスタートですね。調べてみたら10thアニバーサリーツアーの時は KTZEP 横浜の番外編まで基本ドミネーション始まりだったのですが、それ以降はなかったです。何か新鮮さと同時に懐かしさも感じました。会場からのハローハローとかおいおいの声もいきなりすごく出てましたね。あとお立ち台がステージにないのも珍しい感じでした。それで2曲目はアンリッシュということで、ここでも会場のノリというか熱気が感じられました。少し気になったのはちょっとサイちゃんの喉の調子が良くなさそうに感じたことですね。ここで早くもう最初の MC ということで、久しぶりに英語で話す小鳩さんの MC を味わいました。頑張って中国語でも MC している姿が微笑ましかったです。最後は小鳩さんが日本語でのようこそバンドメイドのお給仕へで次セクションです。 MC 明けの3曲目はなんとブルーミングでしたね。メドレーではなくフルでのブルーミングは2024年10月の札幌フェニーレイン24以来です。私的にトップ3に入り続けている曲ですので、現地でこの曲を浴びれた方たちが羨ましかったです。4曲目はダイスということで、この曲は香港のご主人様お嬢様も聴き込んでそうで、会場のノリやシンガロングもすごく合ってましたね。5曲目が What is Justice です。ここまでハードすぎる感じの瀬取りです。ファンカムでは1メロのタムフレーズを叩くあーちゃんがバッチリ映っていたので私得でした。最後のシャウトで声が出なくてサイちゃんが笑ってましたが、こういうのもお給仕の醍醐味と思ってしまうのは私だけかもしれません。ここで2回目の MC に入ります。サイちゃんの英語と日本語混じりの MC で始まりました。ミンチョは相変わらず英語が達者でしたし、あーちゃんも中国語を披露してましたね。小鳩さんは諦めたのか日本語で喋ってましたが、中国語もなんとか入れてくるという努力は微笑ましかったです。サイちゃんが会場から掲げられる鳩落下注意のタオルを見つけて驚いてましたが、海外のお名手様ってこういうの作るセンス抜群ですよね。ギターはちゃんとスターリーピジョンでしたし、すごいです。MC 明けの6曲目はチューズミーでしたが、この頃からサイちゃんの喉が復帰してきたように思いました。歌っているうちに良くなってくるってなかなかすごいなとか思ってしまいました。私的にはシンガロングの時の英語の発音がいいのがちょっと絞りました。あとミンチョの2回目のソロが結構アレンジされていたようでかっこよく感じました。7曲目はスーパーサンシャインです。カウントダウンジャパンで1曲だけ配信されたのが思い出されます。この曲はやっぱり小鳩さんのシャウトが最高でしたし、動画撮られている方の位置的になかなか映しづらいミサさんもソロの時にバッチリ映してくれてたのでありがたかったです。8曲目がヘイトです。イントロで小鳩さんがステージの前まで出てきてギター弾いてる姿がかっこよかったですね。それで今回もギターバトルバージョンでした。動画には正面でお互いちょっかい出しながらバトルするミンチョとミサさんがバッチリ捉えられていて最高でした。9曲目がシャンブルズですね。シャンブルズってかなりの定番曲になっていて、2024年だとノーゴッドと並んで3番目ですし、2025年でも8番目に多く演奏された曲なんですよね。お給仕で絶対に盛り上がるし、聴き入ることもできますし、本当に素晴らしい曲だと思います。それで10曲目はなんと You でした。始まる時に多分ですがポーおじさんと思われる声が入ってたのがちょっとクスってなってしまいました。会場のシンガロングでちゃんともうバッチリ聞こえて盛り上がりを感じられましたし、やっぱりお給仕で浴びられる You は最高ですよね。ミンチョのギターソロの後ろでドラムを叩くあーちゃんの姿も最高でした。11曲目はゼンです。サイちゃんの喉がほぼ本調子に戻ったみたいにのびのび歌っていたように感じましたし、いつものパンチ力もあってなんかほっとしました。
前はサビ前のアーチャーのドラムフィルが大好きなのですが、後ろのライトが明るすぎてお姿を拝めなかったのがちょっと残念でした。12曲目はなんとここでシオンでしたね。ここまで激しすぎる曲が続いたので、この素晴らしいバラードは会場のご主人様お嬢様にとっても嬉しかったんじゃないでしょうか。最後のところのあーちゃんがコーラスしてる姿もバッチリ捉えられてましたね。13曲目はステージからサイちゃんがはけての Without Holding Back です。サイちゃんのキーボードなしということで、サイちゃん参加バージョンは本当に番外編のみの貴重なものだったということですね。ミンチョと小鳩さんが向き合ってギター弾いてるのは微笑ましかったですし、小鳩さんがジャンプしながらギター弾いてるのも何気にすごいと思ってしまいました。14曲目はそのまま小鳩曲のブライテストスターです。これまで通りのはずなのに、サイちゃんがいないのに違和感があったりするのが不思議な感覚でした。ここでも披露されたミンチョと小鳩さんの指定ギターソロは笑顔になってしまいます。ここでサイちゃんが戻ってきて最後の MC ですね。小鳩さんもサイちゃんも英語と日本語混じりの MC で始まりましたが、あまりにも日本語が通じるということで、サイちゃんが英語とか頑張って練習したけどやめたって言ってたのがらしくて最高でした。あとミサさんがどうも翻訳アプリにメッセージを仕込んできていたみたいで、それを披露しようとしたところ日本語で読み上げる設定になっていたというミサさんらしいボケを入れてくれてたのもさすがでした。あーちゃんのフルパワー投げキッスもあーちゃんらしかったですね。それでおまじないタイムになるわけですが、締めは鳩の格好をしてスモールピジョンフェイクでした。これも小鳩さんらしいということでいい締めでしたね。MC 明け15曲目はディリダリノーマルバージョンでしたね。ノーマルバージョンだとあっという間に終わる感じです。でもお給仕で瀬戸りに入ってくるとめちゃくちゃ存在感がある曲に感じます。シウマイ弁当のあんずとかクリームソーダに乗っているさくらんぼみたいというか、いやちょっと違うかな。16曲目はノーグッドですね。やっぱりお給仕でこの曲はなかなか外せないですよね。やっぱり小鳩さんはジャンプしながらギター弾いてるし、すごいと思いました。ミンチョが下手、ミサさんが上手に移動して演奏しているのも、会場のご主人様お嬢様にとっては間近で見れて嬉しかったんじゃないでしょうか。17曲目はプロテクト U です。ステージのライトの演出が MV を思い出させるような感じですごく良かったです。あとアウトロであーちゃんが平然とした顔でブラストビート叩いてたのがすごかったです。18曲目はこの最後半でレディトゥーロックです。やっぱり体育会系バンドですね。体力半端ないって感じがします。この曲は本当にみんなかっこいいですし、見て聴いていて最高に気持ちいいです。ラストとなる19曲目はやっぱりプレゼントパーフェクトですね。やっぱり本当にこの曲は名曲だと思います。サイちゃんのボーカルは圧巻でしたし、あーちゃんのスネアロールも決まってました。もちろん小鳩さんのコーラスも、ミサさんのベースラインも、ミンチョの荒ぶるギターソロも完璧でした。ということで、ツアー初日の今回キリングスタジアムでの球児を幕を閉じましたが、ドミネーションが始まり、プレゼントパーフェクトで終わるセトリで、なんか次のショーに入ったみたいな感じで感慨深かったです。この球児もリキャップムービーが作成されていましたので共有します。準備ほめぽ Let's together enjoy your rock and pop. Are you ready, pop? Make some noise, pop. Let's enjoy together. ようこそバンドメイドのお給仕へ。バンドメイドワールドツアー2026 1日目香港終わりました。初週が終了しました。香港最高。
それでその翌々日が台湾のメガポートフェスです。まさかの YouTube でのライブ配信ということで PC の前で待機していると、当日の20時半に5分ほど遅れてスタートしました。1曲目は What is Justice でスタートでした。サイちゃんの喉の調子はほぼ戻っていたように思えて安心しました。ちょっと鼻声な感じではありましたが、問題ない感じでした。海外のフェスということで、最新のアニメタイアップ曲で来るのはナイスだと思いました。2曲目はプロテクト U ですね。これもアニメタイアップ曲なわけで、2曲連続できたということですね。この曲に限らずですが、ドローンも使ったカメラワークがすごかったですね。3曲目はレディートゥーロックでした。ということで、またまたアニメタイアップ曲ですが、この曲はモーションアクターもやったというさらに特別な曲だと思いますので、海外フェスでは絶対外せない曲になったように思います。4曲目はドミネーションでしたね。ここでバンドメイドの本質みたいなものを見せつけるわけですね。いわゆる代表曲と言える曲なわけで、特に海外のフェスでは必須曲と思います。5曲目はヘイトで、香港と同じくギターバトルバージョンでした。フェスでこれやったら絶対初見の人たちに刺さると思いますし、実力を見せつけられるような気がして、自分ことのように嬉しくなります。ミンチョのヤンキー煽りや、ミサさんがミンチョの頭撫でたり、その後ろで小本さんが謎の踊りをしているのも良かったですね。6曲目はチューズミーということで、やっぱりこの曲もフェスで初見さんに聴かせる曲としては外せない曲です。全然適当なこと言いますが、バンドメイドの曲を4証言にマッピングしたら、その一つの証言の代表曲みたいに思っています。何言ってるかわからないですね。7曲目はシャンブルズということで、またアニメタイアップ曲に戻ってきました。しかしバンドメイドのアニメタイアップ曲ってなんでこんなにかっこいい曲ばっかりなんだと思いますが、そもそもがかっこいい曲だらけだからなんでしょうね。8曲目はセンスでした。これはちょっと意外でしたが、そういえばこの曲も紛れもないアニメタイアップ曲ですよね。この曲も美しくもかっこいい曲です。9曲目はゼンです。もうすごいです。これでもかのアニメタイアップ曲のオンパレードです。私的にはおっさんになってから初めて毎週アニメを見ることになった曲なので特別な思いもあります。ラスト10曲目がプレゼントパーフェクトです。これは今のバンドメイドを象徴する曲なわけですので、ラストを飾るのに最もふさわしい曲ですよね。何回聴いても痺れますし感動します。一切短い MC を挟まず10曲ぶっ放した感じでした。男前すぎます。特にミンチョの覚醒度合いがすごくて、ミンチョデーだったように感じました。しかし10曲中6曲がアニメタイアップ曲ということで、海外のフェスという環境だとものすごく説得力のあるセトリのように思えますし、それだけラインアップを揃えられるということ自体がものすごいです。でもまだまだグローリーとかエファレントとかタリオンリーディングもありますけどね。最後のかき鳴らしからの小本さんの挨拶でサイチェンポーバイバイクルポーに大歓声が上がってたのがなかなか良きでした。こちらもリキャップムービーが作成されましたね。
ということでいよいよバンドメイドワールドツアー2026が始まりました。私的に次にメイドさんたちに会えるのは4月4日横浜で開催されるセントラルフェスです。香港、台湾で完全にエンジンがかかったであろうメイドさんたちのエネルギーを日本で浴びたいと思いますし、とにかく全力で楽しんでいきたいと思います。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。